皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。生物科学システム理論 BST の S システムまたは GMA システムの利点の一つは、システムがネットワークを形成していればとにかくべき乗則型モデル式を作ることができることです。BST のファンを増やすためにもS システム方程式に基づく感度計算法の説明を行う前に、いくつかのモデリング例を示すのが必要であると考えました。そこで、今回の動画から数回にわたり、異なる分野のネットワークシステムに対して、べき乗則型モデル式の構築を実現し、BST の素晴らしさを実感してもらおうと思います。最初の例は、やはり代謝反応ネットワークにしましょう。ある日、皆さんが直作上の代謝反応システムにおいてフィードバック阻害が大きくなると、代謝物濃度はどのように変化するのかと疑問を抱いたとします。フィードバック阻害の存在は1956年に確認されました。下流の代謝物が上流の酵素反応を阻害することで代謝が抑制されるのです。これにより生体内の代謝物が迅速に消費されるのを防いでいます。まずネットワーク図を書いてみましょう。ここでは代謝物 X3 が X1 の生成する酵素反応を阻害し、代謝物が迅速に消費されていくのを抑制しています。本システムに対して数式モデルを立てる場合、酵素反応がミカエリスメンテン型式に従って起こることを知っている人は本式を使おうと考えるでしょう。しかしながら MM 式には VM と KM の2つのパラメータが含まれています。よってこれらのパラメータに対してどのような値を使おうかとか、本当に MM 式で良いのかなどと悩むでしょう。また阻害反応のことも考えなければなりません。結局のところ、このようなことが障害になり、数式モデリングを諦める人も多いでしょう。BST では、ここに示すようなネットワークが与えられたら、反応速度式のことなどについて悩むことなく、すぐに式を立てます。とにかくモデリングします。これにより、1、2、3式を得ます。ここで1式中の阻害に関わるパラメータ G13 は負の値を取ります。阻害が起こるとき、X1 プールへの流入流速は抑制されなければならないので、このことは当然であると言えます。それでは計算について考えましょう。1、2、3式は1回乗微分方程式です。すでに微分方程式の解法のところで説明しているように、1回の微分方程式に対して特殊解を得るには、必ず回数に応じた条件が必要です。ここでは各方程式に対して1個の初期条件を与えます。次に式中のパラメータに適当な値を割り当てます。ここでは4、5、6式のように設定しました。G13 にはいくつかの負の値を与え、計算線の変化を観察することにします。次に微分方程式を何らかの方法で解かなければなりません。私はこのために通常ルンゲクッタ法という数値計算法を使用します。この方法については後の動画で説明しますので、とにかく皆さんは計算結果だけを見てください。まず G13 イコール0の時です。計算結果は次のようになります。次に G13 イコールマイナス1としました。計算線に少しばかり変化がありますが、よくわかりませんね。そこで G13 イコールマイナス5とします。
代謝物濃度は明らかに振動しています。そこで思いっきり G13 イコールマイナス16とします。確実に振動することがわかります。これにより阻害が大きくなると代謝物濃度が振動することを確認できました。このようなことがわかると、次に皆さんはなぜ振動が起こるのだろうかと考えようとするでしょう。X3 が小さいとき、X1 生成に対する抑制が小さいため、X1 は次第に大きくなります。これにより X2 が大きくなり、やがて X3 も大きくなります。すると抑制が大きくなり、これにより X1 が小さくなり、X2、X3 が順に小さくなります。このことが繰り返され、振動が起こります。このシミュレーションによりフィードバック阻害が起こると、代謝物濃度が振動するかもしれないということが分かりました。そこで必要であれば反応実験を行い、振動が起こっているかどうかを確かめます。もし起こっていれば、これはフィードバック阻害の可能性が高いと主張することができます。以上のようにBSD によれば、数式モデリングからシステムの特徴までの理解を迅速に行うことができます。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。